ムハンマドの初期の生活、出生と初期の環境。私たちは今、ムハンマドの初期の生活を掘り下げてみたいと思います。ムハンマドは西暦570年頃、今のサウジアラビアのメッカで生まれました。彼の生まれた時代、メッカは宗教的な巡礼地であり、多神教が主流でした。このような環境は、後に彼が一神教を説く大きな動機となります。ムハンマドは孤児として育ちましたが、彼の一族はキュライシュ族というメッカの有力な部族の一員でした。この背景が、彼が後に社会的な信頼と地位を築く基盤となりました。このように、ムハンマドの初期の環境は、彼の人生と後の使命に大きな影響を与えたのです。動画の途中ですが、チャンネル登録、評価をいただけましたら嬉しいです。若年期と商人としてのキャリア。ムハンマドが若い頃、彼は商人としてキャリアをスタートさせました。当時のメッカは、交易の中心地であり、カラバン貿易を通じて、彼は様々な文化や宗教的観念に触れる機会を持ちました。特に、シリアやパレスチナへの小旅は、彼に大きな影響を与え、後の一神教への理解を深める一因となりました。この経験がムハンマドにとって、異なる文化や宗教の価値観を理解し、受け入れる重要なステップとなったのです。ハディージャとの結婚。ハディージャとの結婚は、ムハンマドの人生において、非常に重要な節目でした。ハディージャは裕福な商人であり、ムハンマドが彼女の商売の管理を任されたことから、彼女との関係が始まりました。彼女は彼の最初の支持者であり、初期の啓示を受けた時に、ムハンマドを心から支え、彼の使命を信じ続けた人物です。このような強い支持が、ムハンマドにとって大きな心の支えとなり、困難な時期も乗り越える力を与えました。預言者としての証明、啓示の開始。ムハンマドが預言者としての使命を受けるターニングポイントは、ヒラー山での最初の啓示でした。彼は瞑想と祈りのために、しばしばこの山にこもっていました。この静寂の中で、天使ジブリールが現れ、彼に神の言葉を伝えたのです。この啓示は、読むことを命じる内容であり、知識と啓蒙の重要性を示唆しています。これがイスラム教の根底にあるクルアーンの始まりでした。この出来事がムハンマドに新たな人生の使命を与え、彼は預言者としての道を歩み始めることになります。最初の信者たち。ムハンマドが最初に獲得した信者たちは、彼の直接的な家族や親しい友人たちでした。彼の教えが新しいものであり、信じるには強い個人的信頼が必要だったため、最も近い人々から支持を得ることが自然でした。最初の信者は妻のハリージャ、いとこのアリ、親友のアブーバクルであり、彼らは後にイスラム教の重要な柱となりました。これらの初期信者たちは、コミュニティの形成に不可欠であり、彼らの支持が、後のイスラム教の拡散に大きく貢献しました。反発と迫害。ムハンマドの教えが広がるにつれて、メッカの権力者たちからの反発と迫害が始まりました。彼の一神教の教えは、多神教を信じるメッカ社会の伝統と商業的利益に直接な脅威を与えたためです。特に、ムハンマドと彼の信者たちが拷問や社会的排除に遭い、生活が非常に困難になったエピソードは多数記録されています。これらの試練にもかかわらず、ムハンマドと初期の信者たちは信仰を守り続け、それが後のヒジュラ・メディナへの移住へとつながっていきます。メディナへの移住ヒジュラの決断。ヒジュラ、つまりメディナへの移住は、イスラム教の歴史において、非常に戦略的な意味を持つ転機でした。メッカでの生活が持続不可能になったムハンマドとその信者たちは信仰を実践し、安全なコミュニティを築く新たな場所を求めてメディナへと向かいました。メディナの住民はムハンマドを政治的かつ宗教的リーダーとして迎え入れることに同意し、これがイスラム教コミュニティにとって新たな始まりを告げました。この移住はただの地理的な変異ではなく、イスラム教の組織的な拡大と団結を象徴する出来事であり、その後の展開に大きな影響を与えました。メディナでのコミュニティ構築。メディナに到着後、ムハンマドは迅速に社会的及び政治的な基盤を確立しました。彼は多様な宗教的背景を持つ住民間で和解と協力を促進し、メディナ憲章を制定することで異なる信仰を持つ集団間の共存を図りました。この憲章は
イスラム世界の最初の憲法とされ、宗教的、社会的権利を保障することで、コミュニティ内の統一と秩序を保ちました。ムハンマドのこのような行動は、メディナをイスラム教の拠点として確固たるものにし、後の成長の基礎を築きました。メディナでの主要な戦闘。メディナでの生活は平和だけではなく、多くの戦闘が発生しました。特に、バドル、ウフド、ハンダクの戦いは重要です。これらの戦いは、イスラム教コミュニティの生存と拡大のための闘争を象徴しており、外部の脅威に対するムハンマドと彼の信者たちの防御戦略を示しています。特にバドルの戦いは、数的に劣るムスリムがメッカの軍に対勝したことで、ムスリムの士気を高め、その後のコミュニティの凝集力を強化しました。これらの戦闘は、イスラム教コミュニティの軍事的な成熟と政治的独立を確立する過程での重要な節目となりました。イスラム教の確立と晩年、メッカの開城。メッカの開城は、イスラム教が平和的手段による勝利を達成した象徴的な出来事です。ムハンマドと彼の信者たちは、力ずくではなく、戦略的な交渉と宗教的寛容の姿勢によってメッカを制御下に置きました。この時、ムハンマドは敵対していた者たちを許し、大量の処刑や報復を行わないという決断を下しました。これは彼の慈悲と正義の教えを体現しています。メッカの平和的な開城は、イスラム教の教義がどのように実践されるべきかのモデルを提供し、信者たちに深い影響を与えました。最後の説教と教義の完成。ムハンマドの最後の説教は、彼の教えとイスラム教の教義が完成された瞬間とされています。この説教は、最後の巡礼の際、アラファトの丘で行われ、すべての人間は平等であり、黒人も白人もアラブ人も非アラブ人も、神の前では等しいと説かれました。また、彼は女性の権利の向上や、借金の返済の重要性についても言及し、社会倫理の高揚を訴えました。この説教は、イスラム教の基本的な価値と教義を確立するものであり、ムスリムたちによって世代を超えて守られています。遺産と後世への影響。ムハンマドの遺産は、彼の死後も広範囲にわたる長期的な影響を世界に与え続けています。イスラム教は世界中で広がり、多様な文化、法律、科学、芸術に影響を与え、文明の発展に寄与してきました。特に、イスラム教徒による数学、天文学、医学の進歩は、ルネサンス期のヨーロッパにも大きな影響を与えました。ムハンマドの教えと、彼の生涯は、世界史における重要な遺産として、今日もなお多くの人々に尊敬され、学ばれています。